豆壺の隣に、それはありました。埃をかぶった古い段ボール箱。中には、几帳面に並べられた60冊のノートが、静かに眠っていました。お母さん、このノートたち、何ですか？嫁の由美子さんは、震える手でその一冊を手に取りました。葬儀が終わったばかりの、静かな午後のことでした。表紙を開いた瞬間、息が止まりました。そこには、義母の筆跡がありました。認知症が進んでいたはずなのに、自分の名前さえ、呼べなくなっていたはずなのに、ページの1項目には、こう書かれていました。今日も由美子さんが来てくれた。私は彼女を忘れてしまうかもしれない。でも、忘れたくない。絶対に、忘れたくない。由美子さんの目から、涙がこぼれ落ちました。止まりませんでした。12年間、由美子さんは毎日、義母のそばにいました。義母が自分の名前を呼べなくなっても、義母が自分の顔を見て、あなたは誰？と尋ねるようになっても、それでも、そばにいました。でも、知らなかったのです。義母もまた、毎晩ノートを開いていたことを、震える手で、ペンを握っていたことを、記憶が消えていく恐怖の中で、たった一人の名前だけは消したくないと、書き続けていたことを、60冊のノートは、12年分の愛の記録でした。忘れることへの抵抗でした。そして、言葉にできなかった感謝の、全てでした。あなたのことは、忘れない。その一文が、何百回も、何千回も、繰り返されていました。記憶を失っても、愛だけは消えなかった。この物語は、そんな一人の女性と、彼女を12年間支え続けた嫁の、本当の話です。二人の出会いは、今から12年前に遡ります。二人の出会いは、今から12年前に遡ります。2014年の春、韓国のソウル郊外に、一軒の小さな家がありました。庭には梅の木が一本。古びた縁側には、いつも干された洗濯物が風に揺れていた。そんな、どこにでもある普通の家でした。その家に嫁いできた女性の名前は、ジョンと言います。32歳、穏やかな目をした、静かな人でした。新しい家族との暮らしに、期待と緊張を同時に抱えながら、彼女はその門をくぐりました。姑の名前は、ウンスクと言います。当時71歳、背筋のまっすぐな、気品のある女性でした。口数は少なく、笑顔を見せることも多くはなかった。けれど、その眼差しには、長い年月を生き抜いてきた人だけが持つ、深い温かさがありました。二人の関係は、最初から優しいものではありませんでした。世代も違う。育ちも違う。言葉の選び方も、食事の作り方も、すべてが少しずつ噛み合わなかった。それでもジョンは、毎朝ウンスクのために温かいお茶を入れ、毎晩その部屋に灯が消えるのを確かめてから眠りにつきました。嫁としてではなく、ただ、この人を大切にしたい、そう思っていたのだと、後に彼女は語っています。しかし運命は、二人に試練を与えました。ジョンが嫁いでから3年が経った頃、ウンスクに異変が現れ始めました。昨日のことを忘れる。鍋を火にかけたまま庭に出てしまう。自分の息子の名前を呼び間違える。最初は小さな出来事でした。でも、それは確かな始まりでした。診断名は、アルツハイマー型認知症。その言葉を告げられた日、ジョンは一人で病院のベンチに座り、長い時間をかけて空を見上げていたと言います。泣くでもなく、嘆くでもなく、ただ、静かに、覚悟を決めるように、この人の記憶が、少しずつ消えていく。それでも、私はここにいる。その選択が、12年間の介護の始まりでした。そして、60冊のノートへと続く、長い愛の物語の、第1ページでもありました。次のパートでは、2人が初めて心を通わせた、ある小さな出来事をお伝えします。その選択が、2人の物語の始まりでした。嫁いで3年目の秋のことです。姑の言う、ジョンスンさんは、当時まだ68歳でした。若い頃から手先が器用で、近所では料理上手として知られた、凛とした女性でした。最初の異変は、ほんの小さなことでした。ガスコンロの火を消し忘れる。同じ話を、一日に何度も繰り返す。買ってきたばかりの野菜を、翌朝には、どこにあるのと探し回る。最初は、疲れているのだと思いました。
年のせいかもしれない。と、しかし、ある朝のことです。嫁のミジョンさんが台所に入ると、舅が鍋の前で立ち尽くしていました。火はついていません。ただ、じっと鍋を見つめながら、何かを思い出そうとするように、眉を潜めていたのです。お母さん、どうしましたか？そう声をかけると、舅はゆっくりと振り向きました。そして、少し間を置いて、こう言ったのです。ごめんね。何を作ろうとしていたのか、わからなくなってしまって、その声には、恥ずかしさと、恐怖と、そして深い戸惑いが混じっていました。ミジョンさんは、その瞬間のことを今でも忘れられないと言います。自分がどれほど強い人だったか、よく知っていたからこそ、その小さな、わからない、という言葉が、どれほどの勇気を要したものか、胸に刺さったのだと。病院の診断は、アルツハイマー型認知症、初期から中等度への移行期、という告知でした。その夜、家族全員が集まりました。夫も、義兄も、皆が沈黙の中で座っていました。誰も、何も言えなかったのです。その時、ミジョンさんは静かに口を開きました。私が、毎日そばにいます。誰に頼まれたわけでもありませんでした。義務でも、強制でもありませんでした。ただ、あの台所での舅の後ろ姿が、頭から離れなかったのです。恥ずかしさをこらえながら、それでも正直に、わからない、と言えたあの人を、一人にしたくなかった。その決意が、12年間の介護の、本当の始まりでした。次のパートでは、二人の間に初めて本当の絆が生まれた、ある小さくて忘れられない出来事をお伝えします。小さな出来事は、ある冬の夜に起きました。その日、舅は夕食を食べたことを忘れ、まだご飯を食べていない、と繰り返していました。嫁ののりこさんは、何度も同じ説明をしました。でも舅には、届きませんでした。3度目の説明をしようとした、その瞬間でした。舅が、のりこさんの手をそっと握ったのです。言葉はありませんでした。ただ、小さくて冷たい手が、のりこさんの手の上に重なっていた。それだけでした。のりこさんは、気づきました。舅は、何かを説明してほしいのではなかったのです。ただ、怖かったのです。自分が何を忘れているのかわからない恐怖。自分がどこにいるのかわからない不安。その暗闇の中で、ただ誰かのぬくもりを求めていたのです。その夜から、のりこさんは変わりました。正しいことを伝えようとするのをやめました。代わりに、隣に座り、ただ手を握り返すことにしたのです。大丈夫ですよ。私はここにいます。と、静かに繰り返しながら、不思議なことがありました。言葉が通じなくなっても、手のぬくもりだけは伝わりました。舅の表情が、少しずつほぐれていくのを、のりこさんは何度も見届けました。記憶は消えていく。でも、安心は残る。のりこさんはそのことを、言葉ではなく、体で学んでいきました。そして、もう一つの変化がありました。舅が、夜な夜な何かを書いていることに、のりこさんは気づき始めたのです。電気を薄暗くした部屋の中で、小さな背中が、ノートに向かっていました。何を書いているのか、のりこさんには聞けませんでした。プライバシーを守りたかった。それ以上に、聞くのが怖かったのかもしれません。だから、そっとしておきました。ただ、毎晩、その明かりが消えるまで待ってから、自分も床につくようにしていました。二人の間に、言葉ではない約束が、生まれていたのだと思います。あなたの夜を、私は見ている。あなたがここにいることを、私は知っている。それだけで、十分だったのです。この小さな冬の夜が、12年の介護の中で、二人にとって最初の、幸せ、と呼べる瞬間でした。次のパートでは、その日々の中に確かに存在した、穏やかで温かな幸福の記憶をお伝えします。あの冬の夜から、二人の間に小さな習慣が生まれていきました。おぎぼさんは、朝になるとよく縁側に座っていました。日の光を浴びながら、ぼんやりと庭を眺める。その横に、そっとお茶を置く。それだけでした。言葉入りませんでした。ある春の日のことです。庭の梅の木が、白い花を一斉に咲かせました。おぎぼさんがその花を見て、小さく声を上げたのです。きれい。と、たった一言でした。でも、その声は、
透き通っていました。嫁である彼女はその瞬間を今でも覚えています。認知症が進んでいても美しいものに心が動く、その事実が彼女にとってどれほど救いになったか。夕食の後、オギボさんが彼女の手をそっと握ったこともありました。誰かもわからなかったかもしれない。それでも温かかった。その手は確かに彼女を捕まえていました。12年の介護の中で幸福と呼べる瞬間は劇的なものではありませんでした。ただ、お茶が美味しかった朝、笑い声が漏れた夕暮れ、二人で同じ月を見上げた夜、そういう小さくて静かなかけらの積み重ねでした。しかし、その幸せは長くは続きませんでした。オギボさんの状態は少しずつ、しかし確実に変わっていったのです。彼女の名前を呼ばなくなった。顔を見ても首を傾けるだけになった。それでも彼女は旗にいることをやめませんでした。誰かが彼女を支えていたのです。次のパートでは、その長い夜を彼女が歩み続けることができた、見えない支えについてお伝えします。その長い夜を彼女は一人で歩んでいたわけではありませんでした。オギボさんの名前を呼ばなくなった日、顔を見ても首を傾けるだけになった日、彼女の心は静かに折れかけていました。12年という時間は人を強くもしますが、同時に少しずつ削っていくものでもあります。ある夜、彼女はとうとう夫にこう打ち明けました。もう、限界かもしれない。と、言葉にした瞬間、涙が止まらなかったと言います。積み上げてきた全てが、一度に崩れていくような感覚だったと、その時、夫は何も言いませんでした。ただ、静かに隣に座って、彼女の手を握りました。それだけでした。それだけだったのに、彼女は翌朝、またオギボさんの部屋の扉を開けることができた。支えというのは、大きな言葉である必要はないのかもしれません。隣にいること、手を握ること、ただそれだけで、人は明日へ踏み出せることがある。また、彼女を支えたのは夫だけではありませんでした。近所に住む一人の老婦人が、時折こう声をかけてくれていたと言います。あなたがしていることは、きっと伝わっているから。と、オギボさんはもう、彼女の名前を呼べない。顔を見ても、誰かはわからない。それでも、伝わっている。という言葉が、彼女の胸の中に小さな火を灯し続けました。信じることは、時に、続けることそのものです。証明がなくても、答えが返ってこなくても、それでも旗に居続けることを選んだ。彼女の12年間は、その繰り返しでした。しかし、やがて変化は避けられないものとして、彼女の前に現れてきます。次のパートでは、オギボさんとの関係が、静かに、しかし決定的に変わっていったその瞬間についてお伝えします。変化はいつも静かにやってきます。嵐のように突然ではなく、朝露のように、気づかないうちに積もっていくものです。彼女がオギボさんの介護を始めたのは、まだ30代の頃でした。最初は戸惑いの連続でした。名前を呼ばれなくなった日、顔を見ても、あなたは誰ですかと問われた日、その度に、胸の奥で何かが静かに崩れていく感覚がありました。それでも彼女は、そこに居続けることを選びました。答えが返ってこなくても、感謝の言葉がなくても、認められなくても、ただ旗にいる、ということだけを、自分に課し続けました。変化が訪れたのは、介護を始めてから数年が過ぎた頃のことです。ある朝、オギボさんのそばでお茶を入れていると、ふと気づいたことがありました。オギボさんが何かをじっと見つめている。その視線の先には、棚の上に置かれた一冊のノートがありました。何を書いているんですかと尋ねると、オギボさんはそっとノートを閉じて、かすかに首を振りました。答えはありませんでした。でも、その表情には、いつもとは違う何かがありました。言葉にならない。けれど確かな、意志のようなものが、彼女はその日から、少しだけ考え方が変わりました。オギボさんは、記憶を失いながらも、何かを懸命に守ろうとしているのかもしれない。そう思えるようになってから、介護の時間が、少しだけ違って見え始めました。重荷ではなく、共に歩く時間として、自分だけが与えている、という感覚から、お互いが何かを支え合っているという感覚へ、その変化は、
ほんの小さな気づきから始まりました。しかし、その小さな変化が、その後の12年を、彼女にとって意味あるものへと変えていったのです。人は、変わるために大きな出来事を必要としない場合があります。静かな朝のお茶の時間に、誰かの横顔に、変わるきっかけは宿っていることがある。彼女にとって、それがその瞬間でした。次のパートでは、長い年月を経て、ついに訪れることになる、二人の関係の最も深い場面へとお話が移ります。12年という時間が、静かに幕を閉じようとしていました。オギボさんが息を引き取ったのは、3月の夜明け前のことでした。長い眠りにつくように、穏やかな最後でした。葬儀が終わり、遺骨が自宅に戻ってきた日の夕方、彼女は義母の部屋を片付け始めました。泣き疲れて、何も考えられないまま、ただ手だけを動かしていました。その時、押し入れの奥に気がつきました。積み重なった古びたノート。1冊、2冊、3冊、数えてみると、60冊ありました。お母さん、このノートは何ですか？思わず声に出してしまいました。もう答えてくれる人はいないのに、1冊目をそっと開きました。そこには、震える手で書かれた文字が並んでいました。日付がありました。12年前の春の日付でした。今日、お嫁さんが私の髪を溶かしてくれた。名前を呼んでくれた。暖かかった。胸が締め付けられました。次のページをめくりました。私は少しずつ忘れていく。怖い。でも、あの子のことだけは忘れたくない。さらにめくりました。今日は顔がわからなくなってしまった。それでも、あの子がそばにいると、安心する。なぜかはわからない。でも、安心する。涙が止まりませんでした。記憶を失いながらも、義母はずっとノートを書き続けていたのです。自分が誰かを忘れてしまわないように、忘れていく恐怖と戦いながら、それでも愛した人のことを言葉として残し続けていたのです。あるページには、こう書いてありました。私はあなたを失わない。たとえ名前を忘れても、あなたのぬくもりは私の中にある。彼女は60冊すべてを胸に抱えて泣きました。12年間、一人で抱えてきた疲れと孤独と、それでも続けてきた誇りが一度に溶け出すように、義母は覚えていなかったのではありませんでした。覚えていようと、命がけで戦っていたのです。そして次のパートでは、このノートが彼女自身の人生に、どのような光をもたらすことになったのか、その後の話へと移ります。あのノートたちは、今も彼女の手元にあります。60冊のノートは、霧の箱に丁寧にしまわれ、寝室の棚に置かれています。毎朝、目が覚めると、彼女は必ずその箱に手を触れます。おはようございます。と、声に出して、言います。義母が言って、もうすぐ1年が経ちます。不思議なことに、あれほど重かった毎日が、今は少し、違って見えます。疲れていた記憶は消えていません。からかった夜も、消えていません。でも、それらの記憶が今は、ほんの少し、暖かい色をしているのです。義母が書いていたことを知っているから、あの暗い夜にも、義母は一人で戦っていたことを知っているから、彼女は今、地域の介護者支援グループに関わるようになりました。認知症の家族を介護している人たちと、月に一度、集まります。特別なことは、何もしません。ただ、話を聞きます。泣く人がいれば、隣に座ります。一人じゃないですよ。と、伝えます。かつての自分に、言えなかった言葉を、今、誰かに渡しています。息子に、ノートを見せたのは、49日が過ぎた頃でした。息子は1ページ読んで、声を上げて泣きました。おばあちゃん、こんなことしてたんだ。と、何度も言いました。その涙を見て、彼女は思いました。義母の言葉は、ちゃんと届いている。と、記憶は消えても、愛は残ります。言葉は綴られた瞬間に、永遠になります。義母が命がけで守ろうとしたものは、消えませんでした。60冊の中に、今もまっすぐ生きています。彼女は今日も、あの箱に手を触れます。そして静かに、微笑みます。あなたのことを、覚えていますよ。と、次は、この物語の最後へ、12年間が教えてくれた、一つの真実について、お話しします。12年間という時間を、
想像してみてください。毎日夜、ペンを握る手、震えながらも、一文字ずつ丁寧に綴られた言葉たち、忘れたくない。あなたを、忘れたくない。認知症は、記憶を奪いました。でも、愛までは奪えませんでした。義母は知っていたのかもしれません。いつか自分が、全てを忘れてしまうことを、だからこそ、書き続けた。証明するように、祈るように。60冊のノートは、言葉では言えなかった感謝の、静かな形でした。お嫁さんが受け取ったのは、ただの日誌ではありません。あなたと生きた時間は、本物だった。という、消えない証でした。あなたの隣にも、言葉にならない愛を抱えている人が、いるかもしれません。今日、誰かのことを、ふと思い出したなら、その気持ちを、大切にしてください。記憶は消えても、愛は残ります。そして愛はいつか必ず、誰かの心に届きます。最後まで見ていただき、ありがとうございました。